今これ吸収性下地っていう油を吸収する下地を作ってるんですけど、それ自体は昔のヨーロッパとかで行われてた技法に近づけるためにやってるっていうような感じ。普通にめっちゃ動いてます。痛い自分とは意志がつながらないものがいるっていう感じです。蹴ってって思って蹴るわけじゃないので、いつの間にか不意に蹴られるから自分じゃないものがいます。不思議です。でもだって今までにはないので面白いですけど普通に痛い生活がまずガラッと変わったので、かける時間自体は、ちょっとは少なくはなってるんですけど、まずは生活と制作のいいリズムを作れるようにリハビリも兼ねてというか、これが今の作品が初作品になっていて、そのリズムを掴んでる段階っていう感じです。前回白い下地を塗ったと思うんですけど、そこからインプリミトゥーラって言って、この今の茶系の色を一色最初に施す、夕食時にすることによって、そこからそれよりも明るい方、それよりも暗い方っていうので中間トーンがある状態から陰影を描く、陰影っていうか明暗はイコール形なんですけど、形だけに集中してあんまり色のことを考えずに質感とか形とかっていうところをフォーカスして、今の段階ではモノトーンで描き起こしているっていう感じですね。はいはいこれは形ができてるから、ほんとざっと色つけただけでなんかゴロッとしたものに見えるっていう、先に形描いてる効果が出てる。ちゃん頑張れー。お腹すいたね。はいはい。はい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 、どうしたんですか。どうしたんですか。はい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 よ。はいよ、よく寝とったね。起きたね。起きたね。よいしょ。よいしょ。大丈夫大丈夫。おるよ。おるよ。バニタスっていう、死の儚さとか生の虚しさとか
時間の有限さみたいなことを表現した生物画のジャンルがあって、16世紀17世紀頃から描かれ始めてるんですけど、その考え方っていうのは作品を制作する上で今も常にこう意識している部分で、時間による老いだったりとか、あとは死生観っていう部分をこう作品の中に取り込めないかなっていうのはいつも考えながら描いています。死生観っていう部分で、自分の中で大きいことかなって思うこととして原爆の絵っていう活動があって、広島県出身なんですけど、その被爆者の方からこう直接お話を聞いてそれを絵にするっていう活動を、その通ってた高校が有志のボランティアでこう活動を行っていて、それにこう3年間携わらせていただいたんですけど、今までそんなに向き合ってこなかった死とか生っていう部分にすごく向き合うきっかけにはなっていて、その悲惨な光景を描くっていう、辛いさとか悲しさっていうのはあったんですけど、それだけではなくて、その被爆者の方と深くこうコミュニケーションを取るっていう貴重な経験になっていて、その、私たちがこう想像できないような幼少期の家族だったりとか友人を亡くしたっていうすごく辛い経験だったりとかトラウマになるような出来事なんですけど、それをすごく一生懸命私たちにこう後世のためにって言って話してくださったりとか、今をこう懸命に生きてる姿っていうのを見た時に、なんかこう当たり前と思って生きてきていたけど、すごく生きてるっていうこと自体が奇跡でとっても尊いことだっていうことに気づいたし、こう考えることができたっていうのがすごく自分の中では大きくて、その時描いた作品っていうものと今の絵っていうのはもう目的が全く違うから別物ではあるんですけど、その時考えたこととか感じたことっていうのは自分の中にすごく大きなものとして残っていて、それが自分の死生観の原点になってるんじゃないかなと思ってます。
青の色の特徴としてすごい隠蔽力の強い絵の具を使ってて、下地に茶色を塗ってたと思うんですけど、その茶色をできるだけ隠す強い青っていうのを使ってるんですけど、そうすることによってその寒色系って言われてる青の冷たさをより強調して冷たい空間を作るっていうのをすごい一番意識してて、それはなぜかっていうと、その描かれてるモチーフはその下に引いてる茶色、オレンジに近い色なんですけど、だから黄色と赤、暖色系って呼ばれる色だから温かみがある色を支えにどんどん薄く絵の具を重ねているから、その温かさっていうものとその逆の冷たさの空間っていうその対比構造を作ることによって、よりその描かれたものの温かみ、温度感とか生き物である血の気とかっていうそういう部分をクローズアップしたいっていう思いから、今この冷たい空間っていうのを作ってます。カラバッチョの作品はすごく台の端に果物かごが置かれてて、不安定さがその世界の不安定さを表してるって言われてるんですけど、私の作品の場合は逆に末広がりになってるような大きい形をイメージしてて、それはその重力によってっていうよりかは、その物たちが意志を持って広がってるっていう、どちらかというと生命の強さっていう部分を強調して描けないかなっていう思いで描いています。果物を生き物として描いてるんですけど、生きている以上死が必ず訪れるし、腐るし枯れるし、悲しい儚いものであるっていうのはその通りなんだけど、それだけではなくてここにある姿っていうのは儚くもすごく美しくて強いものであるっていう表現ができたらいいなと思っているし、そういう願いを込めて描いています。